皆さんこんにちは、クリアです。今日はこちらにありますこの材料を使ってバッグを編んでいこうと思います。でまず糸からですけれども、こちらセリアさんで購入しましたニューエンジェルコットン。こちらの私は色番が17番、こちらを使用していきます。綿が 100%、25g、65メートルで、かぎ針は3から4号の指定です。これ今年出た新しい色味だと思うんですけれども、こちらを使用して編んでいこうかなと思います。で、アレンジバッグにしようと思ってるんですけれども、こちらをね、使用していきます。こちらダイソーさんで購入しましたクリアビニールバッグになります。で、大きさが22センチ ×21.5 センチ ×11 センチということで、今年はこの大きさなんですけれども、去年私クリアビニールバッグ、こちらでアレンジバッグっていうのを編んでるのがあるんですね。下の説明欄にもあるかなと思うんですけれども、そちらのバッグの大きさが、22.5センチ ×19 センチ ×11.5 センチだったので、今年の方がちょっとだけこう大きいのかなっていう感じですね。全く一緒ではないみたいです。はい。今回はこちらを使用してアレンジバッグ編んでいこうかなと思います。今年バージョンですね。また来年も違うの出たら、また来年来年で編もうかなと思います。はい。今年はこれを編んでいこうかなと思います。で、実際にこれちょっと測ってみると大きさがね、やっぱり書いてあるのと違うので、横幅これペターンとした状態で測ってみて32センチぐらいになっていて、多分これが22センチってことなんですよね。でも21.5ぐらいかな。はい。という感じです。で、このマチの部分が11センチって書いてあったので、測ってみると、ここは11センチですよね。で、横幅が21.5なので、だいたい20、ここでいくと21センチぐらいということなので、ちょっと書いてあるのよりかは全然違うんですけれども、だいたい売ってあるのはもうこのセンチなので、これに合わせて編んでいこうかなと思います。はい。で、これに必要な道具ですね。まず編んだものをクリップで挟んで、それからグルーガンで留めていきます。なので仮留めのクリップですね。なんかもう事務用のやつとか何でもいいです。こうクリップするものがあった方が最後かぶせて留めていく時に便利なので、仮留めクリップ、これも100均とかでも売ってると思います。はい、こういうようなものを使ってみてください。はい。それから必要な道具ですね。こちら。段数マーカーととじ針、それからハサミで、かぎ針は1本だけで編んでいこうかなと思います。こちらですね、4号針 2.5mm、 こちらを使用して、では今から編んでいきます。それではこの幅11センチに合わせて、底とそれから側面のところもつなげて編んでいくので、その部分を編んでいこうと思います。それでは糸端は糸処理できるぐらいにちょっと残してもらって、途中から結び目を作って、ここから鎖を25目編んでいきます。こんな感じで25目編んできました。で、合わせてみるとですね、ここからここまででちょっと一目ぐらい余裕があるかなっていう感じになっています。はい、ここのところがね11センチでなっているので、11.5センチぐらいの大きさかなっていう感じですね。で、あまりにも鎖を今緩く編んじゃうと多分もっと大きいと思うんですよ、多分。なので、大きかったらちょっと小さめに編んでいただいて、25目にするような感じにしてみてください。はい。ではですね、ここから1段目入っていきます。それではまず鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目目の裏山、ここにかぎ針を入れて、まず1目、細編みを編み入れます。で、反対まで行って往復編みでずーっと編んでいくんですけれども、わからない方は細編みの頭にダンスマーカーつけてみてください。で、1段目はずーっと裏山一つ一つを取って細編みを編み入れていきます。はい、こんな感じで端の目まで細編みを編み入れてきました。で、合わせてみると、ちょっとここのところ指置いちゃいますね。こんな感じで置いて、だいたい一緒ぐらいな感じです。はい。収まるっていう感じなので、25目でいこうかなと思います。で、もしかしたら、ちょっとまた広がったりとか、編み方によってはね、ちょっとなってきたりするんですけれども、だいたいこれを基準にして、まっすぐなるような感じで編んでいこうかなと思います。
それでは2段目は長編みを編んでいきます。で、長く引き伸ばす立ち上げ方法っていうのでやっていくんですけれども、長く引き伸ばしてもらって、長編み分ぐらいですね。で、時計回りの方向にくるっと回して、中指でずーっと押さえたまんまで、ここのところをね、ぐるっとねじって、一番最後に編んだ細編みの頭に入れます。で、引っ掛けて引き出してきて、今これねじってるの2本と引き出してきたので3本になってます。これを引っ掛けて最初の2本を引き抜いてきます。で、ずーっと押さえたままのところを手を離して、ここでちょっと整えて、引っ掛けて次2本を引き抜くというやり方です。で、下の説明欄に詳しいやり方がありますので、今ちょっとやってみてわかんないなと思われる方はそちらの方を見て一緒にやってみてください。で、横を向けるとちょっとここら辺に鎖っぽいところが見えるんですね。ここのところですね。この部分とこの部分。こうすると鎖っぽくなってると思うんですけど、このところにダンスマーカーをこうつけて目印にしておきます。で、次が鎖を1目編みます。ちょっと緩めの方がいいかなと思うので、鎖を緩めに編んで引っ掛けて、鎖の分が次の目になります。なので次はスキップして、その次の目、ここのところに長編みをまた編み入れる。で、鎖1目編んで引っ掛けて、鎖分を1目スキップした次の目に長編み。で、鎖1目1つスキップして長編みという感じで、方が編みですね。長編み鎖長編み鎖、これで端まで編んでいきます。はい、こんな感じで長編み鎖長編み鎖の順で編み入れていくと、最後の目が長編みで終わるかなと思います。はい、では次3段目に行きたいと思います。それでは3段目鎖を1つ立ち上げて、で、くるっと向きを向けます。で、前段の長編みの頭のところに細編みを1目。で、わからない方は細編みの頭にダンスマーカーをつけてみてください。で、次の目が鎖だったと思うんですけれども、こっちに鎖見えてて、こっちにこのボコって出てるのが裏山になるんですね。鎖と裏山のこの間の目、ここに入れると、この鎖だけ取れると思います。ここのところに入れて、細編みを1目。で、また隣は長編みの頭なので、長編みの頭に1目。で、鎖と裏山の間に入れて1目。という感じで、この段は細編みを編んでいきます。1357って、奇数段ですよね。そこが細編み。で、2468偶数目。これがこの先ほどの長編みの段。ということで、方が編みでずっと段数を重ねていきます。はい、端の目まで細編みを編んできました。で、最後の目のところは段数マーカーついているところに細編みを編んでます。はい、では次、上の段に行きたいと思います。それでは次4段目です。4段目も2段目と同じような編み方になります。まず長く引き伸ばして、ぐるっと向きを時計回りに回してからねじって立ち上げていきます。で、段数マーカーをつけたら同じく鎖を1目と、で、1つ飛ばして次が長編み。で、鎖1目、1個飛ばした次が長編みという感じで2段目と一緒に編んでいきます。で、次上の段、5段目になると細編みになるし、6段目だと今みたいなこの方編みの長編み鎖、長編み鎖、これになるので、これでずっと段数を重ねていこうと思います。はい、こんな感じでずーっとつなげて方眼編み95段まで編んできました。で、ビニールバッグにかぶせっていうかこうしてみて、で、クリップでこう留めてあります。で、下のところもこういった感じで段数マーカーつけてあるんですけれども、これが底のところですね。で、上から見るとこんな感じになっていて、段数的には上、これ1段目からずーっと数えて33段目のところに段数マーカーがつけてあります。で、こっちのところもずーっと1段目から数えて33段目のところにつけてあって、この底のところが底で、こっちの角のところが角。で、32段目ですよね。ここからずーっと上が側面っていう感じです。
それでは前面の部分は模様編みを編んでいこうと思います。で、こっからここまでの長さがだいたい21センチちょいですね。21.3センチぐらい。で、この上から下まで測ってみて21.5センチになってます。でもだいたいそれぐらいのサイズに合わせるような感じで編んでいこうかなと思います。それでは続いてかぎ針は4号針 2.5mm を使用します。で、今回編んでいく模様編みは10目で1模様の模様編みを編んでいこうと思ってます。で、10の倍数、それにプラス7目した数っていうので、模様編み一番最初から最後まで綺麗に模様編みが入りますので、もしも目数を変えられる場合ですね、ビニールバッグじゃなくって他のもので変えようかなと思われる場合には、10の倍数、それにプラス7目した数というので作り目を作ってみてください。で、糸端は糸処理できるぐらいに残してもらって、このバッグに合うような感じで鎖目を編んでいこうと思います。はい、こんな感じで鎖を47目編んできました。で、バッグに合わせてみると、こんな感じで、ちょっとこっちの方が3目分ぐらい大きいんですね。で、センチで言うと23.5とかそれぐらいになっているので、かなりちょっと大きいんですけれども、模様編みを編んでいくと少々小さくなるかなと思うので、なので47目でいこうかなと思います。はい、それではまず鎖を1つ立ち上げて、2目めの裏山、ここのところからもうずっと裏山に細編みを編み入れていこうと思います。で、細編みを1目編んで、わからない方は細編みの頭にナースマーカーをつけてみてください。で、つけたら隣の裏山に細編みという感じで細編みで編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで最後の目まで細編みを編み入れてきました。で、今こうやってして合わせてるんですけれども、だいたい一緒ぐらいの長さになっているので、こちらの目数でいこうかなと思います。はい、では次から模様編み1段目に入るので、模様編みの1段目として数えて編んでいきます。それでは模様編みは1段目からずっと長編みを編んでいくことになります。はい。で、ここから今この目を入れて、最初と最後は6目細編みを、長編みを編みます。この立ち上げも1目とカウントしているので、あと5回長編みを次の目から編み入れていきます。まず次の目に入れてもらって、で、引っ掛けて引き出してきて、かけて2本を引き抜いて、かけて次の2本を引き抜きます。はい、長編み1目編めました。で、あと4目、同じような感じで編んでいきます。はい、こんな感じで長編みの立ち目ですね。それ1目プラス長編みを5目連続で編んできました。で、合計、6目入っているということになります。で、ここからまた長編みを編んでいくんですけれども、次は3目目のところに長編みと、それから鎖5目、長編み、これを同じ目に編み入れていきます。引っ掛けてから1、2、3目目、ここのところにまずは長編み1目で鎖を1、2、3、4、5目で、また同じ目の中に長編みを1目編み入れます。はい、3目目のところに長編み鎖5目長編みを編み入れました。そしたらまた1、2と2つ開けた3目目のところ、ここから連続で5回長編みを編み入れます。引っ掛けて3目目、1、2、3目目のところ、ここから連続で5回長編みです。はい、長編みを連続で5回編み入れてきました。そしたら、ここからがもう繰り返しになります。この立ち目以外のところですね、長編みを今連続5回編みました。っていうのがここになるので、2つ開けた3目目のところに長編み、鎖5目、長編みを編み入れる。で、また2つ開けた3目目のところからまた長編み5目からずっと始まるという感じです。はい、こんな感じでまた端まで編んでいきたいと思います。はい、1段目端まで編んできました。で、最初のところが6目で始まっているので、終わりも6目で終わってます。で、間のところ、この V のところが1、2、3、4と4つある感じです。では次2段目に行きたいと思います。
はい、それでは2段目です。2段目も1段目同様の立ち上げ方をしていきます。はい。で、付けれたら、1段目と同じように、ここのところは長編みをね、最初は5目ありますよね。これ1目、立ち上げてしまったので、あと残り5目あると思います。5目を、ここずーっと長編みを編み入れてって、で、この V のところ、ここのところが、ちょっと編み方が違うんですけれども、まずとりあえずここまで長編みを1つずつ編み入れていきます。はい、長編みを5目編み入れてきました。そしたら次が鎖を2つ編みます。1、2と2つ編んで、この5目のところ、ここに側に入れてもらって、これで細編みを1目編み入れます。で、編んだらちょっとキュッと締めると、ここのところが小さくなるので、キュッと締めてから、また鎖を2目編みます。これの繰り返しになります。ここまでがリピートです。なので次のこの長編みの頭から連続で5回長編みを編みます。はい、連続で5回長編みを編み入れてきました。そしたらここのところは鎖2目、そして細編み、鎖2目だったので、鎖を2目編んで、側に入れて細編みを1目で、ちょっとキュッとしてから鎖をまた2目編む。で、また続けて長編みを5目連続で編んでいくという感じです。はい。こんな感じで端までまた編んでいきたいと思います。はい。最後の目のところは段数マーカーをついているところに入れて、それからちょっと取った方がいいかなと思うので、段数マーカーを取ってから長編みを1目編み入れます。はい。これで、模様編み2段目の終了です。それでは3段目。まず立ち上げはくるっと回して長編みの立ち上げ方法で立ち上げていきます。はい。立ち上げたら次はですね、この長編み5目編んだところ、ここのところがこの V のところになります。で、この V だったところ、ここのところが、長編みが5目入るという感じです。で、ここが、V のところになって、ここのところが長編み5目という風な感じで、ちょっとこう入れ替わりになるんですね。なので、一番最初のところが V のところになるので、まず1目この立ち上げをしてから引っ掛けて、真ん中の3目目のところですね。ここのところに同じく長編みと鎖を5目です。1、2、3、4、5と5目編んで引っ掛けて、また同じ目に長編みを編み入れて、この V の字を作ります。はい。で、できたら次が長編みのところになるので、このね、側にここにスポットを入れて、長編みを2目編み入れます。で、編み入れたら、この前段の細編みのところに、細編みの頭に入れて長編みを1目。で、この鎖2目のところはこの右一緒です。長編みを2目そのまま側に入れて編み入れます。はい。ということなので、1、2、3、4、5と合計5目入っていることになります。で、また長編みのゾーンに来るので、引っ掛けて、3目目のところ、ここのところに、長編み1目と鎖が1、2、3、4、5、5目。で、また引っ掛けて、同じ目に長編みを1目編み入れるという感じです。これでまた反対の方まで編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで端まで編んできました。そしたら端のところは右端と同じような感じで、最初長編み1目で立ち上がってからこの V の字だったと思うので、今この V の字を編みました。で、最後はこの長編みの立ち上げのところに長編みを1目編み入れます。はい、こんな感じで3段目終了です。では次4段目に行きたいと思います。はい、それでは4段目です。4段目も同じ感じで立ち上げていきます。はい、立ち上げてからは次はもう2段目と同じような編み方です。2段目の時この V のところは鎖を2つ編んでから、でから細編みを側に入れて鎖の部分に編んでいたので細編みを側に1目。
で、また鎖を2目編んで、で、次、この5目のところ、ここはもうそのまんま長編みを5目編み入れます。はい、長編みを5目編んできました。連続で編んだら、次はまた鎖を2目。で、側に入れて細編みを1目。で、また鎖を2目。で、また連続でここからは長編みを5目編むという感じで繰り返しで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の目まで編み入れてきました。で、最後はこんな感じで長編み1目ですね。で、終わっています。で、次、5段目からもまた同じような感じで1段目からのリピートになります。で、あまりもう説明はしないんですけれども、立ち上げは長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げていって、それから連続5回で最初長編みを始まっているので、もう同じですね、編み方自体は。この鎖のところに長編みを2目編み入れて、細編みのところに長編み1目、で、鎖のところに長編みを2目入れる。で、この長編み5目のところはこの V の感じなので、それを作る。で、次のところはもう長編み2目と、長編みを1目細編みの頭に編んで、鎖のところは長編み2目を側に入れて編むという感じです。これでちょっと段数を上げていって、今はこんな感じになっていて、今4段目ぐらいまでなので、これをもうちょっと1回、2回、3回、4回ぐらいはいけるかなと思うんですけれども、ちょっと上のところまではこの編み方で編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで模様編みを20段まで編んできました。で、サイドの編んだ方側編みと、これと今編んだのと、待ち針でこうやってして留めて、様子を見てます。中のところこんな感じで、はい、留めてるんですけれども、ここで模様編みはもう終わりにして、細編みでこの上を続けて編んでいきます。それでは鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、細編みを1つずつ編んでいくので、まずは最初長編みの頭に細編みを1目編みます。で、ここのところは鎖を2目編んでいるので、2目分の細編みを編みます。で、裏山のところがポコッと出てるの。ここですね。裏山がポコッと出てるので、ここのところに細編みを1目編み入れます。で、隣のところも裏山を取って、こっち鎖ずっとここのところ見えてると思うんですけど、裏山と鎖の間ですね。まあ、とりあえず裏山のところに、ここに今、細編みを1目編み入れました。で、次は細編みのところに細編みを1目編み入れます。で、隣のところもここ裏山です。で、こっちのところも裏山なんですけど、ちょっと小さくなっているので入れにくいんですが、とりあえずは裏山のところに入れてね、ずっと編んでいきます。はい、こんな感じですね。で、ここの長編みのところは長編みの頭1目ずつ。で、鎖2目のところは細編みを裏山で2目。で、細編みの頭は細編みという感じでずーっと左まで編んでいきます。はい、こんな感じで細編みを2段上のところですね、編んできました。で、ここでちょっとまたもう一回こんな感じでかぶせてみました。で、様子を見たんですけれども、そうするとちょうどいいぐらいの感じになるかなと思うので、ここで一旦ここの場所ですね、これは終わりにしようと思います。はい。なので、糸処理ここもできるぐらいにカットします。これぐらいでカットして、で、ここのところをヒューッと抜いちゃいます。で、また後ろから細編みの頭入れてもらって、引っ掛けて後ろに出しておきたいと思います。はい。で、キュッと締めて、これで一面のところができました。で、裏面のところ、この面のところもまたこっちと全く一緒なので、これをもう一枚編んでもらって、それからまた次に行きたいと思います。はい、こんな感じで全部のパーツ糸処理もして、それからスチームアイロンで整えてきました。で、私の場合はこちらにダンスマーカーついてるんですけれども、これはこっち細編みが綺麗に足が揃ってる面ですね。こんな感じで綺麗に揃っ
ているこの面のところを表にするようにしてきました。で、こちらの方も細編みの足がこっちですね。綺麗にこれ見えてると思うんですよね。後ろを見るとちょっとガチャガチャガチャっていう感じになっているんですけど、こちらが良ければこちらを表面にしてみてください。私はこちらの方がいいかなと思ったので、こっちを表面にして、それからこのパーツをつなげていこうと思います。それではこちらが上のところで、こっちが下の方になります。2段細編みを編んでいるところが上ですね。で、この段数マーカーついているところと、この角をまずはこう、段数マーカーでちょっとつなごうかなと思います。この部分と角の部分をつなぐ。で、こっちのところも同じような感じでつなぎます。はい。で、つないだら、この間のところを、待ち針でもいいし、それから段数マーカーでもいいし、どちらでもいいので、ちょっと止めていきます。で、私はちょっと段数マーカーでしちゃいますね。はい、段数マーカーで止めれたら、次は左右のところを、まず一番上の部分をこう止めてから、それからずーっとこっちの端をですね、合わせるような感じで止めていきます。はい、こんな感じで全体的に周りのところを止めてきて、この下の端のところ、ここのところだけは待ち針で止めてきました。で、こちらの方が表面にして、よく見える部分なので、こちらの方を自分の手前の方ですね。こっちに向けて、ここから糸をつけて編んでいきます。それでは、こちらの一番端の細編みの頭と、それからここも細編みずーっと編んでったところの一番左端ですね。これの細編みの頭同士にかぎ針を入れて、で、こっちはもう糸処理できるぐらい残して引っ掛けて引き出してきます。はい。で、鎖を一つ編んで、同じ目に入れてもらって、これで細編みを一目編んじゃいます。で、ちょっとこの糸端をキュッとしておきます。ここのところ、長編みと、それからこっち細編み、今細編みの面ですよね。ほとんどこっち長編みずーっとなんですけど、長編みの、足ここだったらこうつながってるところなので、こういうところでいいんですけど、こういうところはちょっと足をね、拾っていこうかなと思います。特にここのところ、長編みをスポッと入れるんじゃなくって、ちょっとこの下をやってった方がいいかなと思うので、前のね、バッグ、編んだ時もあるんですけど、それもそれでやってみて、綺麗だったので、はい、やってみようかなと思います。イコアンダリアと300円のダイソーのバッグですね。それの時もそんな感じでやってきましたので、まず今一つ入れたので、その隣、これのところはもうここしか取れないので、この辺りと、それからこっちも2本ですね。こんな感じでかけて、これで細編みを一目編みます。で、等間隔で編んでった方がすごい綺麗になるので、あまりにもすごいきつめに編むと、このサイドの部分がね、キューってなったりするんですよね。なので、あんまり緩く編むとこう広がっちゃうし、なのでこの適度な感覚っていうのを、この辺りまでずーっとちょっと編んでって、きつそうだなと思ったら、もう一回ちょっと巻き戻しじゃないや、ここまで戻って、ちょっと間を、綺麗にするとか、一度編むだけでは多分うまいことはいかないかもしれないんですけれども、それで、最後の出来上がりが綺麗になった方がね、全然見栄えも、綺麗になるので、ちょっと編んで小さめだったら間隔を広げるとか狭めるとかいろんな方法でやってみて、ここがキュッともならずにビヨーンともならずに、まっすぐこうなるような感じにしてみてください。で、入れる間隔とかも別に大丈夫なので、一応今言ったみたいな感じで長編みのところは足を割って入れるような感じで心がけてずーっと下まで編んでいこうかなと思います。こんな感じでずーっと端の方まで編んできました。で、一番最後のこの端っこの段数マーカーついてるところまで編み入れてるんですけれども、この目だけはあともう一目編み入れようと思います。また同じ目に入れてですね、両方とも同じ目に入れて、角の部分だけは2目編み入れます。そうするとちょっとこの角がくるっとできるので、で、こっからはもう一つずつ細編み、こっちは細編みの頭を取って、それからお迎えさんの部分ですね、こっちも長編みの足を割って、そんな感じでずーっと編んでいく。で、角のところは2目だけ編み入れて、で、ずーっと編んでいくという感じにしていきたいと思います。
はい、こんな感じでぐるっと一周細編みを編んできました。で、一番上の目まで編み入れてるんですけれども、ここまで編み入れたら、この一番上って引き抜き編みをしていないと思うので、引き抜き編みでずーっとここをまっすぐですね、編んでいこうかなと思います。それでは一番最後細編みを入れたところ、ここの目にまた同じくかぎ針を入れて、ここから引き抜き編みをしようかなと思います。一つやったらその次の目にも引き抜き編みをするという感じで編んでいきます。ここからずっと合わさっているところまで編んできました。で、今はこの合わさって細編みを編んだところのこの右隣まで入れてるんですけれども、その細編みを入れたところと、で、次はここですね。ここが入れたところになるので、ちょっとこれは後で糸処理をしようかなと思います。で、このところですね。で、またここからは細編みの頭一つ一つを取って引き抜き編みを最後の目までしていきます。で、していったらもうここで終わりになるので、この糸はカット、糸処理できるぐらいにカットしてみてください。はい、それでは持ち手はですね、こちら引き続いて4号針 2.5mm を使用します。で、糸端は糸処理できるぐらいに残してもらって、途中で結び目を作ってから、鎖を今回56目ですね、編んで、それからの1段目からずっと細編みの往復編みで編んでいこうと思います。で、4号針なので、ちょっと緩めな感じで鎖を56目編んでいきたいと思います。はい、鎖を56目編んできました。で、定規で測ってみたいと思います。0に合わせてこんな感じで測ってみると、だいたい27センチぐらいかなという感じです。はい、ではここから1段目入っていきます。それでは鎖を1つ立ち上げて、で、2目目の鎖の裏山、ここを拾って細編みを編んでいきます。で、細編みを編むだけなので、ずっと裏山を拾って最後の目まで編み入れて、それからまた鎖を1つ立ち上げて、裏を向けて2段目を編むという感じで、往復編みでこれを7段編んでいきます。はい、こんな感じで7段往復編みで編んできました。で、こういった感じでちょっと合わせて0のところに測ってみたいと思います。そうするとだいたい27センチぐらいの長さになっています。で、ここで終わりになるんですけれども、この糸端で周りかがっていくので、これを2倍、3倍ぐらいですかね。今1倍取って2倍。で、ここのところ3倍ぐらい残しそうかなと思います。3倍ぐらい残して、これで糸端をここをカットしておきます。はい。で、このところですね、輪っかのところをこう引き締めて、ここでキュッと止めておきます。はい。で、これで一つ編めたので、あともう一つですね、同じものを編んでみてください。で、これが編めたら、まずは持ち手のところ、これを引っ付けてから本体かぶせてグルーガンで留めていこうかなと思います。はい、こんな感じで糸処理もしてきました。で、私はこっちが表になるので、待ち針でちょっと目印にしてます。で、裏のところに糸端をシュッと入れて糸処理してきました。で、次は持ち手のところをグルーガンでつけるんですけれども、まずこれをですね、半分にペキッと折ってもらって、目数とかはもう全然数えなくても大丈夫です。ペキッと折ったら真ん中のところ、ここのところに段数マーカーをつけて、真ん中の目印ですよという目印を段数マーカーでつけておきます。で、こっちの方はもう片一方つけちゃったんですけど、ここにブルーの線あると思います。で、これもこんな感じで半分に折って、こういった感じで合わせてピューッとした時の真ん中の線っていうのを真ん中だと思うので、真ん中ですよね。なのでつけておきました。はい。で、これをこの真ん中同士、私はここになるので、このところをこう合わせるようにします。だいたい合ってるようなところにこんな感じでして、クリップ、これでちょっと挟んでおきます。こうね、キュッと挟みます。もしも挟めなかったら、こう待ち針とかでギューッと、ここのね、内側のところをしていただいたらいいかなと思うので、こんな感じで、まずは取り付けますね。で、端のところ、ここのところを一番最初にグルーガンでひっつけます。両方とですね、こちらの方もひっつけておいて、そこからこの糸端でかがっていきます。
それではグルーガンが温まったら、この下のところにちょっと薄く塗るような感じにして、はい。これで、この辺りにペタッととりあえず一つ貼り付けます。ここがまあ大体こんなもんかなっていうところにつけてもらって、こっちのところはそれと同じぐらいの長さ、ここですね、出してもらって、で、ちょっと液が垂れてくるので、こんな感じで、ちょっと薄めに塗った方がいいかなと思うので、薄めに塗って、それからこちらの方もペタッと貼っておきます。同じぐらいの長さにしてあります。で、ペタッと貼る位置も、この真ん中のところが、だいたい真ん中になるような感じで貼ってみてください。この真ん中の部分、ここが中心になるので、ここが中心になるので、この真ん中になるように貼りました。で、次は糸端。ここにとじ針を通してかがっていきます。それではとじ針に糸端を通したら、ここのところをこういった感じで包むような感じにしてかがっていきます。で、今ここの端っこにあるので、ちょっとここまで移動させます。今はこの一番右端の細編みのところにあるので、何目かね、行って、ちょっとここのところをシュシュシュと移動させますね。今1目行って、2目行って、で、3目ぐらいかな。で、ちょっとやってみますね。で、ここのところがキューッとこんななりすぎると、ここのところがブワッとなってしまうので、3目、4目ぐらい、4目ぐらいかな。ちょっと4目ぐらいでちょっと様子を見つつ、こことここだったらこれぐらいの間になってます。4目ぐらいいったら、こっちの反対の方もここから1、2、3、4、4目目っていうとここになるので、この細編みの頭、ここに入れてもらって、で、こういった感じでやっていきます。はい。で、ちょっとこっちから入れるのが私はやりにくいので、ちょっと今1回出したら、次はもうこのところですね。次の隣の目と隣の目同士、これをかがっていくだけです。こういった感じで。一番最初はこんな感じ。で、ちょっともう1回だけやっといた方が良かったな。もう1回やりますね、ここのところ。一番最初と最後のところはちょっとやった方がいいので、今ちょっと2回ぐらいキュッキュッとしました。で、そしたらもうこの隣のところからはもう一つずつやればいいので、一つずつ目をずっとやってって、一番最後のところも、下から4つ目ぐらいのところですね。ここのところまで行って、最後、2回ぐらいやって、この中にシュッと糸通し、糸処理ですね、していただいて、それで、持ち手のところは完成になりますので、それができてから今度は本体のところにバッグ編んだものをかぶせて、それでグルーガンでつけていこうと思います。はい、こんな感じで持ち手のところ、ここのところをかがって、こんな感じで持ち手をつけてきました。そしたら次はこの本体をかぶせてするんですけれども、この横の線の部分と、それから本体のバッグのこのサイドの線の部分、ここが合うようにこういった感じでクリップで今留めてあります。全部を留めてあって、で、上のところとかもふわふわするようだったら、お手持ちのクリップですね、いっぱいあるんだったらこうやってして留めておいた方がいいかなと思います。で、それができてからサイドの部分のこの線のところ、ここに合わせて、ここからずーっと順番にグルーガンで留めていきます。それでは、この線のところをするんですけれども、あまりにもここにいっぱいビューッと塗ってしまうと、ピタッとひっつけた時に、このグルーガンの跡が残るので、この部分はちょっと薄く塗るような感じにしてやっていった方がいいかなと思います。で、まずはこっちに塗るよりかは、こっちに塗っていった方がうまくできると思うので、このところに薄く伸ばすような感じで、ちょっと塗って、それから合わせてピタッとくっつけるという感じにしていきます。こんな感じですね。で、密着させるような感じでギュッギュッとして、で、また次のところ、ちょっと塗って、はい。で、ピチャッと密着させるという感じです。ここのところ。で、この部分がちょっと狭いので、なのであまりにもいっぱい出しすぎると、この下までピュッと出てきそうな感じなんですよね。もうちょっと出てるんですけど。なので、あんまり
ビューッとは塗らずに少しずつやってた方がいいかなと思います。見えても透明なのでそんなに気にはならないんですけど、こんな感じでね、ちょっと塗って、こう、ひっつけるという感じで、ぐるっと一周やっていきたいと思います。はい、こんな感じで最後まで仕上げてきました。中のところ、留めたところはこういった感じになっています。で、表面はこんな感じですね。はい、こんな感じで、下のところと側面のところはこういった感じになっています。で、最後、これタグつけてみたんですけれども、楽天の MY ママさんでこういった感じのね、布製のタグが何枚かのセットでね、黒と白とで売ってるんですけれども、それをつけてみました。ちょっとね、今回黒にしたので大人っぽい感じになったかなと思います。はい、今回はこういった感じのビニールバッグ編んでみました。はい、とっても可愛くって涼しげで、夏に持ってお買い物とかも行ってもいいかなと思いますので、よろしければ編んでいただければ嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。